はい、皆さんこんにちは、レミです。今日はですね、求心側の私がメイクの時に気をつけている5つのポイントについて紹介していきたいと思います。で、今日はすでにベースメイクとチーク、ハイライト、リップ、アイシャドウを塗っているので、5つのポイントを踏まえながら眉毛を描いて、ノーズシャドウを入れてアイラインを引いていきたいと思います。はい、じゃあまず眉毛から描いていきます。眉毛でまず使うのはメイベリンのペンシル&ブラシです。色はナチュラルブラウン使っていきます。で、眉毛で描くときにまず気をつけているのは、目尻を長めに描いて、この顔の余白を短く見せることです。で、眉頭の部分は薄くぼかす感じで描いて、ここの印象を薄めていきます。で、求心顔ってもう私みたいに目が寄ってたりとか、私顔の余白がすごく多いので、より顔のパーツが寄って見えちゃうんですね。なのでできるだけここから視線をそらして、ここの横っていうか真ん中から視線をそらすようにメイクをしていくように気をつけています。まず目尻から描いていきます。で、目尻は長めに引くんですけど、この長さの目安としたら、この鼻の小鼻のところと目尻がつながった先のところに終わりの長さが来るように描いています。コンプレックスっていくつかあるんだけど、求心顔がコンプレックスになってきたのって最近で、 YouTube に動画を投稿し始めてからなんですよね。目尻の部分を引いたら眉毛結構もう生えてるので、その形に沿うように枠を描いていきます。外の枠を描いて形を取ったら、内側の部分を毛並みに沿うように塗っていきます。で、この時に気をつけてるのが、ここの眉頭の部分は触らないようにしていることです。こんな感じで眉毛を描いたら、反対側についているスクリューブラシを使って、こっち側、この描いた部分からぼかす感じで眉頭の方に軽く色をのせていきます。私はもう眉毛が結構立派に生えてて、ここも毛があるので、こっち側からぼかす程度に色をのせるぐらいが結構ちょうどよく描けます。で、前は眉頭の方から描いてたんですけど、そうすると結構描いた感が出ちゃうっていうのと、眉頭のところが濃くなりすぎちゃって、顔のパーツが余計真ん中に寄ってしまうように見えちゃったので、最近は目尻側から描くようにしています。で、左側も同じように描いていきます。で、左側がね、すごい描くの苦手なんですよね。私はいつも今日みたいに太めの平行眉になるように描いています。 YouTube を撮るようになって、今まで使わなかったようなコスメやメイクをたくさんするようになったんですけど、そうすると今日の顔のパーツより寄って見えるなとか、余白すごい大きく見えちゃうなって思うことが結構多々あって、でそれがだんだんコンプレックスになってきちゃったので、最近はいかに求心顔をごまかすっていうか、ごまかすメイクをするようにするかっていうのをすごい考えて最近メイクするようにしてました。で、アイブロウマスカラもメイベリンのやつを使っていきます。で、これをまず毛並みに逆らうようにつけていってあげてから、次に毛並みに沿って整えてあげます。はい、これで眉毛完成です。じゃあ次にノーズシャドウ入れていきます。ノーズシャドウで使うのがエチュードハウスのフェイスカラーシェーディングのミディアムタイトを使っていきます。これシェーディングのパウダーなんですけど、いつもシェーディングパウダーでノーズシャドウ入れてるので、今日これ使っていきます。で、ノーズシャドウ入れる時に私が気をつけているのは、この目の間のここのところに薄めに入れるっていうことを気をつけてます。で、ここ薄めに入れて、ここは普通通りというかやや濃いめに入れています。私ここが高さがないので、ここの部分も前結構がっつり入れてたんだけど、そうすると余計にこうやったみたいな、余計近づいて見えちゃうなってことに気づいてから、最近はここ薄めに入れるようにしています。
私鼻の形でこう横を向いた時にここが下に下がってるっていうか、なんて言ってんだろう、出てる、ここの部分の形がコンプレックスなので、ここの部分にもしっかりノーズシャドウ入れてあげてます。でここの部分のノーズシャドウが入れ終わってから、筆に残った少量でここを描いてあげます。あとここも。で次アイラインいきます。アイラインも眉毛と同じようにこう横幅に広く見せて余白を埋めたいっていうのと、目尻の方にポイントを持っていくことで、ここの真ん中の部分から視線をそらしたいので、目尻の方を長めに引いていきたいと思います。でまずまつげの間を埋めるように描いてから、目尻はこうスッと延長する形で横に持っていってまっすぐ引いていきます。今日使っているこのアイライナーはダイソーで買った UR グラブのリキッドアイライナーです。色はブラック使ってます。次に下まぶたのまつげの生え際、目尻部分に垂れ目のようなラインを引いていきたいと思います。でこの時に使うのがリキッドのペンシルではなくって今日はこのダイソーの UR グラムのやつ使うんですけど、アイシャドウパレットかペンシルタイプのアイライナーで線を引いていきたいと思います。今日使うのはこのダイソーで買った小ぶりの筆を使っていきたいと思います。今日はこの中のこのブラウンを使っていきたいと思います。さっきこの上まぶたに引いたこの目尻のラインにつなげる形でこんな感じに引いていきます。こんな感じでやや垂れ目になる印象に線を引いてみました。はい、じゃあ球心側の私がメイクの時に気をつけているポイント5つ目は涙袋です。涙袋のラインをさっきノーズシャドウにも使ったこのパウダーで描いていくんですけど、これもラインと同じように目尻側を中心に描いていきます。涙袋ちょっとね微笑みながら描くと自然にぷっくり見えてくれるので、微笑みながら描いていきます。目尻側だけ真ん中部分にちょっと差し掛かるぐらいの場所まで引きました。はい、ということで今日は球心顔の私がメイクの時に気をつけている5つのポイントについて紹介してみました。眉毛の描き方だったりアイラインの引き方、ノーズシャドウの入れ方だったり、細かく分けるとポイント5つなんですけど、大きく分けて2つですね。いかにこの顔の余白をなくして見せるかっていうのと、顔のパーツが内側に寄って見えちゃうのをいかにこう視線をそらして見せるかっていうのがポイントっていうのをご紹介できたかなと思います。この顔の余白はね、ダイエットだったりマッサージであとシェーディング入れたりとかで自力でなんとかできる部分もあるかと思うんだけど、やっぱり顔のパーツが寄って見えちゃったりとかって、特に目の位置とかでこう自力でなんとかできないじゃないですか。今日紹介したみたいなラインの描き方だったりで多少気持ち離れて見せることができるので、私みたいに球心顔で悩んでる方や球心顔が気になるなっていう方の参考にできたらなと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のメイクや今日の動画が良かったなと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。